幽霊はいると思います。ドアが勝手に開いちゃって。でも私姉がちょっと見えるんですよ。なんかHi, this is Koji from Dari Japan. Today I will interview Japanese people about whether they believe in ghosts and their actual supernatural experiences. Let's go. 実際にお二人は幽霊って信じますか？信じないです。信じないです。なんでお化けはいないっていう信じない風に今思えてるんですか？見たことがないかな。怖い。怖いからもうその存在自体を自分の中で消してるってことですか？考えないようにします。なんか自分の周りとかでそういう心霊体験みたいなした人っていますか？一人高校の友達でなんか霊感が強い子がいて、沖縄に修学旅行行った時にいるみたいなのがいました。お化けが実際に見える人がいたってことですか？霊感幽霊はだけど私は何も。なんか日本の幽霊とか妖怪っていう言葉を思い浮かべたときに、なんか思い浮かぶ妖怪とかって言いますか？塗り壁。Yokai is a Japan catch-all term for supernatural beings and folk-tale creatures. Some yokai are considered good, bringing fortune or protection, while others are perceived as mischievous or even malevolent, causing harm or playing tricks on humans. In Japan, the anime Gegege no Kitaro centered around yokai remains popular. Even today, yokai continue to be a familiar aspect of Japanese culture for the people. 幽霊って信じますか？信じてます。自分は全く信じてないです。信じてるとおっしゃったんですけど、なんで信じてるんですか？小さい頃にそういう幽霊番組とかを見て、怖い体験をしたトラウマがあるので信じちゃってます。なんで信じてないんですか？やっぱちょっと信じたら怖くなっちゃうっていうのと、あと21年間まだ見てないので多分もういないんじゃないかなって思ってます。なんか怖いトラウマの経験があるっておっしゃってたんですけど、それってどんな体験ですか？小さい時、夜中にトイレに入っている時にドアが勝手に開いちゃって、それで泣きわめいてベッドに逃げたっていう記憶があるので幽霊をちょっと信じちゃってます。もしその時とかなんか幽霊に遭遇した時ってご自身なんか日本人ってどういうことをしたらいいみたいなって今まで聞いたことありますか？僕の家では玄関に塩を置いてました。塩を置くと幽霊が逃げていくっていう。お札とかじゃないですか。なんか旅館の絵の裏とかにお札があるみたいな聞いたことあります。日本で有名な幽霊とか妖怪について一つ一つ教えてもらってもいいですか？はい、僕はゲゲゲの鬼太郎で有名な一反木綿。自分は首が長い六六首とかですかね。二人は幽霊って信じますか？まあちょっと信じるぐらい。ないとは言い切れない。と思います。なんでその絶対いないだろうっていうふうに言い切れないと思いますか？でもなんだろう。なんか家とかで変な物音聞こえたりした時とかに、やっぱそういう幽霊っていう話を常に知ってるから、あるんじゃないかなみたいな思っちゃう。でも私姉がちょっと見えるんですよ。なんかなんか子供の頃からなんかおばあちゃんが見えるって言って、顔だけなんですけど、なんか暗いところのそのなんか隅とかにおばあちゃんがすごい見えるってずっと言ってて、今でもなんか見えるって言ってて、なんでなんかわかんないんで頭があれかあると思いますけど、でもなんかそうなんかあるなんかないとは言い切れないのかな。そのおばあちゃんは実際のおばあちゃんですか？なんかでもその特徴とか聞くとなんかひいおばあちゃんに似てるっておばあさんが言ってたので、母が言ってたのでなんかあるのかなみたいな。一番有名な幽霊とか妖怪について一人一人答えていただけますか？口裂け女？口裂け女。なんか口裂け女で言うとなんか会った時になんかおまじないを言わなきゃいけないみたいなの聞いたことありますか？そうだ、なんか美人私って可愛いみたいな。そうだ。口裂け女について知ってることを教えてください。なんかマスクつけてるんですよ最初は。で、なんか私って綺麗って言って、なんか綺麗って言うとじゃあなんかマスク外して本当に綺麗みたいなで口下げてて食べられちゃう。それでも綺麗って言われて襲われた時になんか
おまじないを3回ぐらい言うとなんか襲われないみたいな。なんだっけ、あったけどもう忘れた。なんか小学生の時にめっちゃ流行ってて、実際ゲームが。This channel produces 3 different types of videos. The first one is various interviews related to Japan. The second one is a day in the life of Japanese people. And the last one is about how the lives of people from different countries are in Japan. This channel is definitely the best channel to learn more about Japan. If you find this channel interesting, don't forget to like, share, and subscribe to our channel. ご自身は幽霊は信じますか？信じます。なんで信じますか？実際僕は見たことないし、感じたこともないんですけど、僕の友達が僕の目の前で見たことがあったので、ちょっと信じざるを得ないです。その時の具体的なエピソードを教えてもらってもいいですか？高校生の時に、学校帰りに自転車で友達と2人で帰ってた時に、ちょっと寄り道しようと思って、お墓の横を通る道を通って帰ったんですよ。で、その時に、ちょっと上り坂できつかったので、途中で一回止まって、で、夜だったので、自転車のライトをこう一回横にしたんですよ、僕が。そしたら後ろにいた友達が、首から下がない女の人がいたらしくて、で、そっから自分の友達が無言になって、で、お墓を抜けた後に、どうしたのって聞いたら、さっき女の人、黒い髪の長い女の人がいたんだよねって。その時一緒にいてご自身は怖かったですか？まあ最初はなんでだろうなみたいな感じだったんですけど、お墓を抜けた後にそう女の人がいたって言われた時はもうはぁって感じでした。ご自身は幽霊って信じますか？幽霊はいると思います。なんでいるっていうふうに思いますか？テレビ番組とかで見ると、実際にいるのかなっていうふうに思ったりしてます。ご自身は実際にその幽霊を経験するみたいな心霊体験ってしたことありますか？したことはないです。周りの友達とかでそういうのを経験した人っていますか？友達は家の中に見たことがあるっていうふうに言ってました。妖怪っていうのを聞くと、なんか日本で有名な幽霊とか妖怪について何が思い浮かべますか？日本何でしたっけ、家に住み着いている女の子の座敷わらし。座敷わらしが出てきます。座敷わらしってどんな妖怪かちょっと説明してもらえますか？悪い妖怪じゃなくて、その家を守ってくれる優しい妖怪っていう風に聞いたことがあります。ちょっと今日日本人の方に幽霊とか信じますかってインタビューしてるんですけど、インタビューとかって幽霊とかって信じますか？いいトピックですね。幽霊に関しては、普段幽霊を意識して生活してるわけじゃないけど、なんか例えばキャンプとか行った時に、山とかで一人でトイレ行く時とかになんか、もしかしたら幽霊いるのかなとか、雰囲気に応じて、なんか幽霊いるんじゃないかなと思う時はあります。具体的ななんか体験とかありました？高校生の時に陸上部だったんですけども、陸上部の合宿であるホテルに泊まった時に、なんか一回寝た時に、なんか俺がすごい寝言うるさかったらしいんですよね。助けて助けてって叫んでて、でそれで友達起きちゃって、コーチマジうるさいんだけどみたいな感じで言われて、ごめんっつってまたみんなで寝たんですけど、なんかその後もずっと俺は足を引っ張られる夢を見て、なんか怖いなって思ってたんですよね。でその次の日、練習をして、自分たちの高校に帰るバスで、なんかそのホテルについて調べてみようと思って、そのホテルで事故とか幽霊とか調べてたら、3年前ぐらいに実際にそのホテルで人が死んでたっていうニュース記事が出てきたことはあります。怖いっすね。マジで怖かったです。